こんにちは、アリアです。前回は、リラからプレアデスへ渡った人々の物語をお話ししました。今回は、その続きとして、リラから旅立った人たちが、なぜ、数ある星々の中で、ベガを選んだのか、その理由を、紐解いていきます。銀河には、無数の星々がありました。リラの戦争と分裂を経て、多くの人たちは、新たな行き先を探しました。プレアデスを選んだ者たちもいれば、シリウスへ向かった者たちもいました。あるいは、遠い、アンドロメダに希望を見出す者もいました。けれど、その中で、ベガという星を選んだ人々がいたのです。彼らがなぜ、ベガを選んだのか、その背景には、リラでの痛みと、そこから生まれた願いが、深く関わっていました。まず、リラ文明を、振り返ってみましょう。リラは自由と探求を根本に持つ社会でした。けれども、自由が拡大するあまり、共同体との折り合いをつけることが難しくなり、やがて精神性を重んじる者と物質的な力を追求する者に分裂しました。この分裂がリラ戦争へとつながり、多くの魂に深い傷を残したのです。戦争の記憶を抱えた人々にとって次に選ぶ星は力を誇示する場ではなく心を鎮め再び自分を取り戻せる場である必要がありました。けれどもただ静かであればよいというわけではありませんでした。魂には依然として表現したい衝動があり個性を発揮したい欲求が残っていました。そのバランスを取れる場所こそが次の行き先として求められたのです。ベガはその条件を備えていました。この星は青白い光を放つ恒星の下にあり、冷涼な大地と澄んだ大気に包まれていました。そこは激しいエネルギーのぶつかり合いが少なく、むしろ透明感に満ちた静けさが漂っていました。リラでの争いに疲れ果てた魂にとって、その静謐さは癒しの場となり得たのです。さらに、ベガは長い夜を持つ星でした。季節の巡りの中で、夜がとても長く続く時期がありました。この長い夜は、外に向かって争いを繰り返してきたリラ人にとって、内に向かうことを学ぶ絶好の環境だったのです。彼らは静寂の中で自分自身と向き合い、音楽や芸術を通して心を解放しました。一方で、ベガは完全な調和や統一を強制する場ではありませんでした。プレアデスのように全体との共鳴を第一とする社会ではなく、ベガは多様性をそのまま残して共存することに重きを置いていました。これはリラで違いが争いを生んだ経験を逆手に取り、あえて違いを受け入れる場所を選んだとも言えるでしょう。また、ベガの地質や自然環境もリラ人を引きつけました。星全体に光を蓄える鉱石が散在しており、それは内なる光を呼び覚ます象徴のように感じられました。戦争で光を失った魂にとって、ベガの鉱石はまだ自分の中に輝きが残っていると思い出させてくれる存在だったのです。さらに重要なのは、ベガという星がリラに似て非なる星だったという点です。空気の透明さ、星空の美しさ、自然との調和といった点で、リラを思い出させながらも、そこには、争いを誘発するようなエネルギーの偏りが少なかった。つまり、懐かしさと新しさを兼ね備えていたのです。人々はそこに、やり直しの可能性を感じました。シリウスを選んだ魂たちは、探求心と知の進化に惹かれました。そこでは、精神性と科学的知性を融合させ、鋭く進化を遂げていく道が開かれていました。しかし、リラ戦争の傷が深い者にとって、その鋭さはあまりに強すぎました。癒しを求める魂には、シリウスの光は刺激が強かったのです。プレアデスを選んだ魂たちは、調和と愛の共同体に惹かれました。柔らかな自然、共に生きる文化。けれども、一部のリラ人には、
同調を求めすぎる社会が窮屈に感じられました。自由を愛しながらも、争いに疲れた魂は、一つになりすぎない場所を求めたのです。その答えが、ベガでした。こうして、リラから旅立った魂の一部は、ベガこそが、自分たちに合っていると、直感的に感じたのです。ベガを選んだ理由を、一言でまとめるなら、それは、静けさの中に、多様性を抱く星だったから。争いに疲れた魂が、再び、自分を表現できる場所を探したとき、ベガの環境は理想的だったのです。リラで、違いは争いを生むと教えられた魂たちが、ベガでは、違いは旋律を生むと考えるようになりました。この意識の転換こそが、彼らをベガへと導いた最大の理由だったのです。リラの戦争を経験した魂にとって、ベガの最初の印象は静けさでした。青白い光に照らされた大地、透き通る空気、そして果てしなく続く長い夜。そのすべてが心を落ち着かせるように作用しました。リラでの争いに疲れ、傷ついた魂は、まず、深く息を吸い、この性質を体内に迎え入れることから始めました。しかし、馴染んでいく過程は、決して簡単ではなく、戦争の記憶は心に重く残り、誰かと関わることすら怖いと感じるものも多くいました。仲間と集まれば衝突が蘇り、孤独にいれば心の傷がうずく、その狭間で彼らは少しずつ新しい生き方を探っていったのです。最初に芽生えたのは音の文化でした。ベガの長い夜の中で人々は星空を見上げながら自然の鉱石や木を打ち鳴らし、音を響かせました。その音は言葉では表現できない感情を解放し、互いの心を和らげました。リラでの争いは言葉や理屈のぶつかり合いから始まったことも多かったため、彼らは言葉よりも音で通じ合うことを大切にしたのです。やがて、ベガ人の社会では音楽や振動によって心を癒す技術が生活の基盤となっていきました。次に発達したのは光を扱う文化です。ベガの大地には光を蓄え放つ鉱石が多く存在しました。人々はそれを住居や集会の場に組み込み、夜の間も柔らかな光の中で過ごすようになりました。光は単なる明かりではなく、心の火として象徴的な意味を持ちました。暗闇に潜む恐怖を消し去り、ここでは安心して生きられると感じさせてくれる存在だったのです。社会のあり方も独特でした。クレアデスが共同体の調和を重んじたのに対し、ベガでは一人一人の個性を尊重することが第一に置かれました。例えば、子供は親が育てるのではなく、自ら教師を選び、学びたいことを学ぶことができました。これは、リラで自由が争いを生んだ記憶を逆手に取り、自由を衝突に変えない仕組みとして工夫されたものだったのです。そして、リラから持ち込まれた探求心も生き続けていました。彼らは自然の声に耳を傾け、季節のリズムを観察し、星の運行を記録しました。しかし、それを支配や制御のために用いるのではなく、共に響き合うために生かしたのです。リラでの失敗を繰り返さないために、知識は競争ではなく共有されました。ベガでの働き方も特徴的でした。そこには義務としての労働という概念はなく、誰もが自分の喜びを通して役割を果たしました。音を奏でる者、食を育てる者、癒しを行う者、それぞれが好きなことを自然に行い、その結果として共同体が支えられていきました。この役割の自然な分担が争いの少ない社会を支えていたのです。食文化もまた、リラとは異なる形に発展しました。ベガは冷涼な環境を持ち、長い夜を越えるために発酵や保存の知恵が欠かせませんでした。人々は植物の早実を発酵させ、
香り高い食べ物を作り出しました。食事は単なる栄養補給ではなく、星とつながる儀式とされ、必ずみんなで静かに感謝を捧げてから口にしました。これはビラで忘れられがちだった命への敬意を取り戻す営みでもあったのです。また、死生観も変化しました。ビラでは死は失うこととして恐れられることがありました。しかし、ベガでは夜の闇に溶けて星に帰ると理解され、共同体は亡くなった者の魂を新しい旋律として宇宙に響かせるために歌を奏でました。この死生観が人々の暮らしに深い安心を与え、恐れを和らげたのです。こうした営みを通じて、ビラからやってきた人々は少しずつベガ人へと変わっていきました。最初は恐れや不安を抱え、馴染むのに時間がかかりました。けれども、音、光、自由な役割、静かな共同体という文化が彼らを優しく包み込みました。やがて、ビラの傷は癒え、ベガ独自の文明として根付いていったのです。ビラ人がベガに馴染んでいった過程は、地球で生きる私たちにも大きな示唆を与えてくれます。私たちもまた、争いや分断の記憶を抱えながら生きています。けれど、その記憶をただ恐れるのではなく、違いを旋律に変えるという視点を持てば、新しい調和を生み出すことができるのかもしれません。ベガで築かれた日常は完全ではありませんでした。衝突も揺らぎも存在しました。けれども、その不完全さを受け入れることで、人々は初めて安心して自由でいることを学んだのです。次回は、英知と秩序を築くために、シリウスへと渡った人々の物語をお話ししていきます。彼らがどのように社会を形作り、何を大切に生きていたのか、その記憶を一緒に探っていきましょう。最後まで見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。